あのライゼン会長が死去。太陽、お前が最初に情報を見つけたんだったな。ネタの大元は？わからない。どこかの芸能誌のスクープだって投稿は見かけたけど、情報源だけが見つからなくて。見つからないってことはデマって可能性もあるんじゃない？ただのデマでここまで火がつくか。ならどうして情報源が？検索できんようライゼンが情報を遮断しとるんやろ。いつものオーディション結果みたいにな。そんな情報規制みたいな。どうした太陽？ライゼンの情報出てこなくなっちゃって。急に誰も書き込まなくなったってこと？でもみたいじゃなくマジで情報規制らしい。まったく不埒なやり方だ。おいこら稲本、いねえのか？ライゼンの偉いやつ連れてきやがれ。話聞かせろ。偉い人か。会長がずっと前に亡くなっていたのなら誰がこのオーディションをプロデュースしてるんだろう。いろいろと事務所の方の話を聞かせていただきたいです。本当にセンターホールでのライブができるのかも心配だし。ライブだけの話かな。SNS の情報を信じるなら今のライゼンはガタガタだ。実際誰がこのオーディションをプロデュースしているのかもわからない。こんな状態ではライブはおろかオーディション自体やり抜けるかどうか。アイドル候補生の皆さん、大切なお話があります。センターホールに集合してください。皆さんが SNS で目にした情報は全て事実です。死後の混乱を避けるため内部体制が整うまでは公表を控えていたところでした。それがライゼン会長の遺言でもあったのです。それが漏れてこのざまか。面目次第もありません。ではこのオーディションのプロデュースは誰が？会長は亡くなりましたが社長や運営スタッフはおりますので弊社社長を中心に動かしております。皆さんに重大な情報をお伝えしないままオーディションを決行したこと、ご迷惑とご不安をおかけしたこと、心よりお詫びいたします。ライゼンの事情は分かりました。ですが通り一遍の謝罪はいりません。許す許さないの問題ではありませんから。僕たちはアイドルになるために1年かけてこのオーディションに臨んでいるんです。1年も。デビューを目指す僕たちにとってこの時間がどれだけ重いものか分かりますか？そうだぜ稲本。もしもオーディションの継続が危うい状況なのだとしたら参加を続けることはできません。皆さんのおっしゃることもっともです。その上で恥を承知でお願いがあるのです。お願い？皆さんにはこのままオーディションに参加していただきたい。ライゼンが伝説とまで言われた時代も昔の話。今では会長という絶大な求心力を失い内部の極秘情報すら漏れてしまうありさまです。最盛期にいたような絶対的なスターの不在も凋落の大きな要因でしょう。だからどうした？無様な現状を訴えて同情でも引く気か？そう取られても仕方ありません。アイドルオーディション VS アンビバレンスはライゼンプロダクションの起死回生をかけた決死のプロジェクトですから。窮地に追い込まれているからこそ何があろうともライゼンはこのオーディションをやり抜かなくてはなりません。あなた方のデビューはライゼンの生き残りがかかった極めて重要な案件です。ライブもオーディションも必ずやり遂げます。勝手な
願いとは承知の上です。ですがどうか信じていただきたい。稲本さん言っちゃったね。大事なことだから時間をかけて考えてほしいって言われたけど、現状を踏まえた上で僕たちに継続の意思があるのか1週間後の夜に答えを聞きたいか。自由意志を尊重している風だけど責任逃れとも取れる。さっきの稲本さんの言葉信じていいのかな。さあどうやろう。遺言って事情があったにせよ、やばい情報を隠しとったことに変わりないし、事務所の存続も危ういんちゃう。ククアイドルなる日本来た。なれない。帰る。できない。俺だって本気でアイドルになるって決めてんだ。もうすぐ1年になるんだね。ライブの練習どうする？オーディション続けましょう。練習僕はやります。皆さんが不安になる気持ちわかります。僕だって不安です。でも僕たちと同じくらいグランツも心細いはずだから。グランツはライブがあることを信じて楽しみに待ってくれてるはずです。ステージに立った皆さんの姿を必ず見られると信じて。楽しみにしてる人なんているのかな。頑張ってライブやれたとしてももう誰も見てくれないかも。だってみんなもう冷めた。グランツやめるって。ライゼンがみんなの知ってるライゼンじゃなくなったから、僕たちのことが好きじゃなくなったって。誰も好きでいてくれないなら何のためにライブするの。それはアグリちゃん、どうしてそんなこと言うんですか。ライブを楽しみにしている人は必ずいます。誰もアグリさんたちを好きじゃないなんてひどいこと言わないでください。双葉なんで怒ってるの。アグリさんがグランツの好きをちゃんと見ようとしないからです。その好きが変わっちゃったんだよ。僕もみんなも双葉とは違うもん。同じアイドルをずっと好きでなんていられない。そんなこと。双葉だって僕のことを推してるなんて言ってたけど、こうして喧嘩ばっかり。双葉の好きだってきっと変わっちゃうよ。ひどい。なんでそんなに疑うようなことばっかり。もういい。アグリ待って。双葉とアグリがまた喧嘩。どうして。ごめんなさい。でも許せなくて。アグリちょっといいかな。明日じゃダメ？少しだけ。そのままベッドの中で聞いてくれていいから。最近元気ないね。双葉と喧嘩したことで落ち込んでるの？それとも SNS？ どっちも。そっか、そうだよね。ねえアグリ、ちょっとだけ僕の話をしてもいいかな。子供の頃の話。僕はね、大人になりたくないってずっと思ってて。双葉。どうしたんですかレイさん。お化けでも見たような顔して。何をのんきに挨拶などしている。なんだその目の下にある不届きなクマは。いろいろ考えて眠れないせいかも。誰かおらぬか。
急ぎホットタオルを用意するのだ。クマを成敗するぞ。熊退治大丈夫です。自分で温めますから。必ずだぞ。まったく嘆かわしい。普段は私の次くらいに美容ケアを怠らぬ双葉が何たる醜態か。絵ではない。カロリー制限はもとより運動や肌に使うもの全般にも気を使っているだろう。気づいてたんですか？私の目はごまかせん。子供の頃太っていたんです。今よりずっと体も弱かったし。ほう、それは随分と変わったものだな。あのままじゃ僕は理想のアイドルにはなれないから。どうしたのだ、黙り込んで。レイさん、アイドルって何だと思いますか？アイドルってキラキラして輝いてて元気をくれて、この世界の何よりも素敵で尊くて、でも時として闇で、汗と努力と気合と涙と根性で、でもやっぱりこの地上全てをあまねく照らす光で我々の行く先をその存在で示してくれる、つまり神。暗号か。僕にとってアイドルは誰からも愛される光みたいな存在です。だから僕たちが好きになるのもずっと好きでいるのも当然のことなんです。でもそういう好きの気持ちって認められないものなんでしょうか？変わらないものがあるって。僕は自分が変わってしまうことが怖かったんだ。大人になることが。大人になったら本当に居場所がなくなると思っていたから。子供でいることが僕に残された最後の価値だってそう思い込んでた。子供じゃない自分には価値がない、ますます誰からも必要とされなくなるって身長計に乗るたびに怯えてた。シオンも？背伸びるの嫌だった？そうなんだ。よかった、やっと顔見せてくれた。今のアグリを見てるとちょっとだけあの頃の自分を思い出して、余計なお世話かなって思ったんだけど、やっぱり伝えたかったんだ。大人になるのは怖いことじゃないよって。怖くない？それってシオンが大人になってもみんながずっと好きでいてくれたから。僕も周りも少しだけ変わってしまったかも。それでも僕は今の僕に変われてよかったと思ってる。そんなのやっぱりみんな好きって言っても変わっちゃうんじゃん。アグリさんにグランツの好きを信じてほしいんです。むしろどうして信じられないのか分かりません。昔の僕がライゼンのアイドルに憧れたように、アグリさんや他の候補生の皆さんに憧れているグランツがいるんです。皆さんを好きでいることで毎日励まされている人たちが、皆さんのライブを心待ちにしてる人たちがいるのに。また皆さんか。いや、双葉の言うことはもっともだ。だがなぜ皆さんなどと自分が入っていないように言うのかが気になってな。以前ライブが決まった時もそのようなことを言っていただろう。このオーディションに残っていることが半信半疑だと。双葉とて相応の努力をしてこの場にいるというのに、なぜだ？それはなぜ己とアイドルとの間に見えない線を引く？双葉は僕が疑ってばっかりって言ってたけど、でも怖いよ。みんな好きになった何かが変わっちゃうのが嫌なんだ。だってライゼンが嘘つきに変わったらグランツは
僕たちのことまで好きじゃなくなった。双葉だって。僕そんなつもりじゃ。では双葉も己がアイドルに足る存在であると認めるべきだ。でなければ双葉を応援するグランツの好きはどこへ行く？きっとみんなどこかへ行っちゃう。僕が変わったら、大人になったらきっと好きじゃなくなるよ。僕は受け止めます。だって僕はずっと。また痛いやつ。ただの男の子じゃないよ。アイドルだよ。本当にすごいんだよ。頑張る。元気になれば本当にライブ行けるよね。こんな僕でも。だから絶対元気になる。いつか必ずアイドルに会いに行くんだ。そして大好きですって